いつも WCWorks TV をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。 Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法やことをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。いくぞニューウェブ予算ウエストかな。はい、ということで前回の動画で新しくですね、僕が購入したルペスのポリッシャー LHR15 の Mark3 についてざっくりとした紹介と、あとどうしてねその機種を買ったのかっていう風なところのお話をさせていただきました。今回はですね、その購入したルペスを使って実際にですね磨きをやっていきたいと思います。やった。まずはですねこちらをご覧ください。はい、今日磨いていく車なんですが、おなじみの鈴木ワーグナーなんですけど、これ皆さん気づきますかね。これ今まで何度も僕の動画で出したうちのワゴン R ではないんですね。っていうのも僕のワゴン R 定期的に磨いたりですねしてて、そこまでね状態が悪くないので、今回できるだけね状態が悪いパネルをね磨いてみたかったので、ちょっとねお車別に用意してきました。でそれがたまたまワゴン R だったっていうことですね。で車の状態なんですけど、まあもうねさっきから映り込んでいますが、ボンネットねこのザ洗車傷っていう傷ががっつりですね入ってますね。こんな感じで、はい。ウォータースポットはねそんなにない感じかな。洗車傷がとにかくひどいですね。で、横回っていくと横もねこんな感じで、もうねクスクス、なかなか磨き応えのある、ボディですね。もう顔とかあんまりはっきり映ってないですもんね、僕のね。で車のカラーは鈴木の黒なのでブルーイッシュブラックパール3ですね。僕のワゴン R と同じカラーになってます。これは強敵だな。ということで今日はねこちらの車を磨いていきたいと思います。さあ行くぞ。で磨くのは、その上を向いてるパネルと側面のパネル両方やっていきたいので、とりあえずこのボンネットね、ボンネットとドアどっちがいいかな。こっちの方がね、リアドアの方がなんかこう傷みがひどい気がするんで、こっち磨いて、この前のドアだったり後ろのねクォーターと比べていきたいなと思います。ということで早速 Let's get started。 はい、車を屋内に移しました。まずはボンネットから磨いていきます。で今真ん中でねマスキングしてるんですが、真ん中よりも右側ですねを磨いていきたいと思います。さあ行くぞ。しかしひどいなこれマジで。すごいっすもんね、洗車傷はね。これは強敵だな。はい、ではやっていきます。今日使う道具なんですが、ポリッシャーはですねもちろんこちらルペスの LHR15 Mark3 ですね。これにバフはですねザワンのロングルバフですね、こちらを組み合わせて、でコンパウンドもザワンのねメサイア使ってやっていきます。さあどんな力を見せてくれるでしょうか。よろしく頼む。以前にも何回か15使ってね磨いたことあるんですけど、僕が買ってからこのポリッシャーで使うのは本当にこれが初めてなんで、楽しみですね。やった。速さはね4で回したいと思います。よいしょ、いきます。さあ行くぞ。食らえ。
はい、今一回ね磨いてみました。やりました。やっぱりねコンパウンド切れるのがめっちゃ早いですね。でツヤがですねだいぶ出てるんですけど、ちょっとまだ足りないのでもうちょっとね磨き込んでみます。はい、初期研磨がね終わりました。やった。こんな感じです。いやー、やっぱすごいですね。やるじゃないか。一発でねここまでいくかって感じです。ただですね、こうやって見るとね綺麗なんですけど、これ前のルペス使って磨いた時の動画でも言ったんですけど、これだとねまだねここではわからないんですが、オーロラにはならないバフ目が出てるはずなんですよね。今これ室内なんでねわからないんですけど、外に出すと多分それがねわかると思うので、一旦ですね出してみたいと思います。でこのポンポンポンって見えてる点はこれも飛び石だったりクレーターになったりしてるやつで、ちょっとこの磨きではどうにもならないものがありますね。あとはね若干こう白くボケちゃってるところがあるんで、それはね次の工程で仕上げていきたいと思います。はい、外に出してみました。こんな感じですね。もう明らかにね磨く前とあとは違いますが、バフ目なんですけどね、わかるかな、このね太陽の周りを見とっていただければなと思うんですけど、もうすごく薄いんですけどね、規則的にこう半円みたいなね感じでバフの目が入ってるの分かりますかね。そここれが最初からあった洗車傷が消えてないわけではなく、ウールバフで磨いたことによってできた磨き傷なんですよね。薄いんですけどね。なんでこうやってね角度変えてみてもオーロラにはならないんですよね。ただよく見るとバフ目がね入ってると。続いてねもう一工程磨いていきたいと思います。ではですね、バフをウレタンバフに変えます。でコンパウンドをこちらですね、実はサンプルなんですけど、メサイヤだと初期研磨そして中間研磨ぐらいまで、場合によっては仕上げまでっていう風な感じなんですけど、濃色とかのね仕上げの部分のコンパウンドがちょっとまだできてなかったので、それのねほぼ完成形のものをちょっと今ねいただいているので、これを使ってやっていきます。イメージとしては 3M だとウルトラフィーナのグロスアップですかねに近いようなコンパウンドになってます。なので研磨というよりは目消しだったり、あとは艶出しが目的のコンパウンドになります。スピードはねウレタンなんで3でいきますね。くらえ。
はい、2回目のね研磨が終わりました。やった。近くで見てみるとですね、先ほどね映ってたバフ目ですねが消えてるのがわかんのかなこれ。肉眼で見るとねよくわかるんですけどね、ちょっと果たしてこの画面越しだとどうかっていうのはあるんですが、消えてますということですね。やるじゃないか。なんで、僕前回の動画で、イメージとしては初期研磨中間研磨をルペスでやって、でそれでも仕上がらない場合は両尾でね最終研磨行くのがいいかなと思いますみたいな話をしてたんですけど、この色に関してはで今日やった研磨に関してはルペスだけで仕上がっちゃいましたね。やるじゃないか。なんでねこういうことなんですよね。多分これが21だと若干まだこれだと消しきれない消えきれないねと思うんですよね。深く入るんでなんですけど、15だとこれ黒ですけどねメタリックが入ってるっていうのもあるんでしょうけれど、もう仕上げまでねできるということですよね。やるじゃないか。ちなみにビフォーアフターとビフォーアフター、これはやばいな。では続いて同じ要領でねドア1枚磨いてみたいと思います。さあ行くぞ。磨き方のポイントだったりコツは後ほど解説します。はい、横のパネルの磨きも終わりました。仕上がりはこんな感じです。やりました。こちらがアフターなので、横ねこれがビフォーですね。アフターとで、ビフォーですね。でアフターと。はい、いかがだったでしょうか。今日磨いたのは続きのブルーイッシュブラックパール3っていう黒にパールがね入ったようなカラーなんですが、このカラーに関しては初期研磨から仕上げまでね今日使ったルペスの LHR15 の M3 で仕上げまで持っていくことができました。やった。で今日使ってみて改めて感じたことはやっぱりですね楽ですね。作業するのはすごく楽です。言い方悪いですけどある程度ね適当でも当てておけば綺麗になっちゃうみたいなところがありますし、やるじゃないか。バフ目もねウールで磨いてもバフ目っていうのはほとんど出ないのですごく楽です。はい、若干ですね本体が重たかったり、あとはねちょっと形が長かったりするんでちょっと慣れはね必要かなとは思いますが、慣れてしまえばものすごく楽です。そして早い。もちろん磨けるっていうのもねポイントとして挙げられますが、やるじゃないか。で今日の作業のポイントなんですが、まずはですねバフの角を立てずに面でしっかり捉えるっていうことですね。バフの面全体で塗装面を捉えてね、であまり負荷かけずに磨くっていうイメージです。なのでポリッシャー自体に重みがあるので上を向いているパネルですよね。今日磨いたところだとボンネット、あとはルーフとかですよね。とかだと本当にもう左手は添えておくだけみたいな、僕の場合右手なんですけどみたいな感じで置いとくだけで、あとはもうポリッシャーの重みで十分じゃないかなと思います。で横だとさすがにね添えてるだけだと負荷がね下に逃げてしまうので軽くですけど押さえてあげないといけないんですが、そこまでねギュッて押し込んだりっていうような磨き方はしなくてもいいかなと思います。シングルに慣れてる方とかだと結構ね傷とかを追っかけるときにわざと角立てでねギュッギュッて熱入れながら磨いたりするんですけど、そういう磨き方は逆にしない方がねいいと思います。それをしてしまうと結構ねコンパウンドはね焼き付きやすいんで、ダブルですけどね。なのであまり負荷をかけずに
バフの面で捉えるっていうことですね。これがまずポイントとして挙げられるんじゃないかなと思います。よろしく頼む。そして2つ目はコンパウンドがねなくなるまでしっかり磨くっていうことですね。これはですね、残しておくとやっぱり拭き取るのがね面倒なんですよね。でその拭き取る時に傷をねつけてしまうことにもつながりますし、余分なね労力みたいなものを増やしてしまうことになるので、であれば拭き取りをしなくてもいいぐらいまで磨き込めばねいい話なので、あとはですねポリッシャーをね動かす速さなんですけど、シングルとギアで、あと両尾のダブルとかは僕できるだけねゆっくり、特に初期研磨の時はゆっくり動かしましょうっていう風な話をしてますが、ルペスに関しては、今のところ僕が感じるのは、特に最初ですねはある程度早めに動かしてコンパウンドを塗装面になじませてあげる方がいいのかなという風にね今日磨いてて感じました。あまり塊になってるままゆっくり磨いてしまうと、さっきも言ったんですけどちょっと焼き付きやすいのかなっていう風に思うので、磨く範囲を最初決めておいて、そこにある程度素早く伸ばしてあげて、ある程度なじませてからちょっとスピードを落として磨いていくみたいな感じがいいのかなという風に思います。本当にこのルペスですね、いろいろ可能性を秘めたポリッシャーなのは今日改めて確認をできたので、これからですね、いろんな道具と組み合わせてみたり、いろんな車を磨いてみたりしながら、いろんなね検証とか可能性を探っていきたいなと思います。よろしく頼む。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。暑い。コンパウンドですね。こちらもザワンのミスター。もう僕前にもはい、片面をね初期研磨してみましたでこのポン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 って間違えた、ポンポンポン、これも今まではですね初期研磨、中間研磨、これもですねメタリック入ってるっていうのもあるんでしょうが、メタリックがね入ってるっていうのもあるんです回ったんこれ。極端な話、拭き取りをしないでもいいぐらいなくなるまでね